とんど言葉も喋れないようなパスポートも初めて作りましたみたいなプランナーをアメリカの西海岸に飛ばして、アメリカ人はこうでしょ、アメリカのマーケットはこうだみたいなことを語るわけですよ。毎日来るそのレポートだけがアメリカっていう大地を照らす唯一のライトなんですね。波動拳。皆さんこんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本氏です。今日もよろしくお願いします。今日はロケテについて話をします。海外編と言ってもアメリカなんですけどね、ロケテを日本とアメリカの西海岸だけでやってたんです。僕らはもうそんなに英語得意じゃないんで、ほとんど言葉も喋れないようなパスポートも初めて作りましたみたいなプランナーをアメリカの西海岸に飛ばして、手持ちでそのゲーム基盤を持っていかして、ろくに飯を食う時間も与えず、ひたすら朝から晩まで立たせて、でずっとメモ取らせるみたいな。夜になるとそのレポートを日本に送らせる、そんな仕事です。アメリカ市場っていうのは日本の市場とは違うので、それをたった1週間2週間のテストで自分らが把握して帰ってくるっていうね、こうあるべきですみたいな断定できるようなデータを持って帰ってこなきゃいけないっていうのがそのアメリカのロケテだったんです。もともと人種のるつぼとか言われてる国でアメリカ向けのゲームって無理があるでしょ。それで言いながらアメリカ人はこうでしょ、アメリカのマーケットはこうだみたいなことを語るわけですよ。とっても難しい話だったんです。そんなアメリカのロケーションテストも日本のロケテと同じように新人のプランナーを生かしていることが多かったんですね。あると気がついたんですよ。効率悪いんちゃうかと。新人のプランナーの登竜門とはいえコストもかけて生かせて精度の低い意見を言ってもらっても僕らのためになってないに違うかと気がついたんですね。結果中堅以上のプランナーが派遣されるようになったんですね。その方が正しい答えを出してくれるじゃないですか。とはいえ中堅以上のプランナーを出すには過酷すぎるんです。まずお金がなかったから当時エコノミーで行きます。しかもディスカウントのチケットです。ホテルはゲームセンターから徒歩で行けるぐらいの距離にあるモーテルに男2人1部屋で、昼間はずっと立ち続けでデータを取って、夜になったら手書きでレポートを書くんですよ。その目で見てる2人が解析をして、アメリカ市場に売るためにこうあるべきでしょ、でここはこういうふうに直した方がいいと思いますみたいなことをずっと手書きのレポートで書いてくるんですよ。それをファックスで送ってくるんです。僕らがそのレポートを待ってるんですね。毎日来るそのレポートだけがアメリカっていう大地を照らす唯一のライトなんですね。何のデータもなかったんですよ。ネットみたいなものなくって、それで手探りで日本とは全然違う仕様に切り直してアメリカ仕様として売ってました。で効率を求めてその中堅クラス以上のプランナーを2名出すことにしたんですけど、これにはですね問題が2つありまして、1つ目ができるプランナーは忙しい。 A っていう開発チームのロケーションテストをしますって言った時の A っていうチームのプランナーは全員 A のその最終の調整に入ってるんで手が開かないんですよ。なので B っていうチームか C っていうチームか D っていうチームかみたいな他のチームから出すんですね。ところが中堅以上のできる子を抜かなきゃいけないんですよ。そっちのチームは止まりますよね。だけどそれでも行ってくれって言うんですよ。行くと自分のチームが止まり、アメリカで働いて帰ってきたらそのチームが次の指示を出してくれみたいな。死にそうになって仕事して、死にそうになって帰ってきて、また死にそうになって遅れた分を取り戻すみたいな。だから行けって言われたら本音は嫌だと思うんです、普通に考えたら。でも誰も嫌だとは言わず、カプコンっていうブランディングが良くなるんだったら俺は何でもしますっていうような子はずらっと揃ってて、その中堅以上の育ってる子たちは、僕にとっても自慢のプランナーたちだったし、彼らには今でもすごい感謝してます。その子らがアメリカまで行ってくれて、一生懸命修正アイデアを考えて徹夜でやってくれたっていうのは本当にカプコンに対する愛だなと思って、そんな愛をずっと感じながら当時は仕事してました。2つ目が待遇が悪いってことですね。そこそこ長く働いてくれて、そこそこ他のチームでも活躍しててみたいなコーラがロケーションテストに行かなきゃいけないっていうのは本当に苦痛でしかないと思うんですよね。出張手当みたいなのもほぼつかないですし、給料も当時カプコンは安かったですから、本当にみんな頑張ってくれてたなと、それしかないですね。待遇悪かったな。一番大事なところなんですよ、仕事で言うと。海外のマーケットに売る最終の調整をするアイデアを決めるところ、
っていう仕事なのに、だったらビジネスクラスでみたいなことも言ってなかったです。僕も理由、会社にお金がなかったんです。ダメな上司だったなと今でも反省してますけど、それがあってのあの時のカプコンのアーケードの世間の評価の高さ、ロケテの大切さっていうのはですね、携帯アプリを作るようになって余計に大事なんやなってことは実感できてる感じなんですけど、あの時僕らがやってたことは間違ってなかったし、あれがあったからこそ僕ら今あるし、あの時に一生懸命頑張ってロケテやってくれた子、カプコン愛を前面に押し出して頑張ってくれた子たちはいいものを経験できたんじゃないかなと思ってます。今もきっとゲーム業界で活躍してくれてるんじゃなかろうかと僕は信じています。今日はロケテ海外編についてしんみりと語ってみました。まあそんな話もええんちゃいますって思ってもろたら高評価ボタンの方を、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録も、インスタとツイッターの方もやっております。よかったらフォローの方よろしくお願いします。今日はこんな感じの話をしてみました。またね、バイバイ。